よく知ってなきゃ作れないんですよ。工程は同じなんです。これは今何やってるんですか？これは、料理を分解してそれぞれパーツを今使うものとあと使わないもので分けてますね。でこの後型入れという作業。型入れですか？はい。なんか見本なのか、うん、サンプルなのか分かんなくなってきますね。うん、僕はですけどねそういう人はいるみたいですけどねこれサンプルだっけ？料理をたくさん取ってきたんですけど、分解してるところは初めてです。あ、そうですかそうですよねなんですか、誰も見たことない映像というか。はい。買い取るんですか5個。5個。5個。このぐらいで取って後で切るか。このままだと無理だよね。切り込み入れる。また壊れますよね。うん。ああ、切り込み。でちょっと広げる。このままじゃ無理だと思うんだよね。一回取ってよ。すぼめて入れて、うまくそこの切り込みが出ると思うので、そこから切ってやった方が。サンプル作って自分で見に行ったりするんですか？ああ、若い頃はしてましたね。そうです。今はやんないですけどね。もうじゃあ長いんです。そうですね。どのくらいやる？もう30年以上やってますね。30年ぐらい。なんか目印ですか？そうです。誰のか分かるように。ああ。もうじゃあほぼ毎日この朝に見本が来て型入れという型入れって言い方ですっていう言い方してるんですけど、実際は型を起こさなきゃいけない、型を起こすってことなんですけど、起こす。それは結局型を作るっていう、型を作るっていう。型を作る。毎朝この時間帯に来て、朝の作業はまずそこから大事な一つの。
仕上げの方に関わる皆さんそれぞれ分けてやってるんで、ベテランも若手もやってますし、結局そこで見て自分で確認しないことには実際作る時にこれ型忘れちゃったとか、型入れるのを捨てちゃったとかソースの色がこうだったけどどうだったかなとかっていうのとかあるんです。写真があるんですけども、そこで自分で書き足すんですよ、そのスケッチに。例えば何個って書いてあっても、これ何個入ってるから4個って書いてあるけど5個見えるじゃんとか色が通常は赤いんだけどこれちょっと色が茶色めがあるなとか、うちにプラスで自分で書き込んで、自分が仕上げのやるときに作るときに分かるように、お客さんから食器も含めて料理をお預かりしたっていうようなニュアンスになるんですね。お預かりしてそれをもとに食器も含めてこちらが受けてでまた返すっていうような状況。せっかくお客さんの料理を作って出してきてもらってるので、それを適当なことはちょっとできないので。そうですね。余分にとってオムレツ？オムレツ。とんぺい焼きとかなんか卵のこういうのを作ってる。形がちょっとずつ違う。そう、みんな違う。そうです、かぼちゃです。これイカです。イカ。入れていきます。豆です。なんかキドニービーンズ。ビーンズ。ちょっと赤茶色い豆。ちょっと色がすごいんだけど。すごいですね。すごい色。もうすぐ焼けちゃうもんなんですこれはそんなやっぱこういう薄いのが。和食のなんていうのかなね。名前がわかんないですね。卵新庄って言うんですけど、混ぜなきゃいけない。あとね2色取りで一段卵入れてこういうひじきとかをひじきみたいな。そうここに貼り付けたりとかこの方にこれはビーツです。わかります？はいはいカットしたやつですね。これはパイナップルです。こんなのがこれさっき海苔みたいの混ぜて。そうなんですよ。ボンドを混ぜて固めるんで。
名前もじゃああもうなんでカラピーなんですか？そのこれはねパーツさんがつけたんですよ。パーツさんがそう呼んだんです。そっからです。僕カラピーって言ってますけど、もう40ですからね。40でカラピーってどうなんだと思いますけど。みんな結構名札つけてる方多いですけど、あ、これはね一応ほら、まあ今はね新人の子が入ってきたらわからないし、人数も多いんで。そうですよね。多分この名札つけてるのは僕だけですけど、これねクッキーね最初匂いがしてたんですよ。サンプルなのに匂いつけてくれる。そう匂い付きのサンプルってのをあるんですね。色作るのが結構大変そうだと思うんですけど。そうね、だからそれはもう調合しながらなんで、それこそ同じね野菜吹くのだってお店によってちょっと色違ったりするんで、はい、その都度ね変えていかなきゃいけないんで。そうですよね。焼きとかもう料理法によっても違うしね。そう見え方ね、色がそう作り手の特徴もあって、同じ料理をじゃあ作ってくださいって2人の人に言ったらおそらく全く別物の感じになるんですよ。結構色付けは大変っていうかベテランの方じゃないと。やっぱ色はねあれですよ、難しいですね。難しいんですよ。やっぱり本物を色付けするっていうのは、まあ、普段やらないじゃないですか。やらない。ね、そうすると要は目で見てるだけで、それを再現するのはまた別物なんで、やっぱり年数かけないとうまくは吹けないですよね。うまくというか美味しそうに、まあどちらかと言ったらねうまく作るよりも美味しそうに上手に作るよりも美味しそうに作るっていうのが僕らの仕事なんで。なるほど。どちらかと言ったらねできたのを見てわこれうまそうだねって言われた方がいいですよね。だからたまにね自分でね飾ってあるところ見に行って自分の作ったやつ、そうすると周りの人がたまにね美味しそうだねなんて言ってると、やったぜみたいな。まあ僕らはどれだけでね見た目で満足させるかですから。もともとこの色ですからね。それがかぼちゃの柔らかい見た感じの色になります。これもね同じ吹き方して吹く人で、人によって違くなりますからね。そういうのをね盗むんですよ。教えてくださいって言ったらダメなんですダメってわけじゃないけど、今の分量とかも結構まあもうこの辺は感覚ですよね。あえて仕上がりのためにそこまでこだわらずに吹くっていうのもあるんですか？のもある。今周り吹いてるこれは簡単なんですけど、この縁をこのギリギリ縁を吹いてるんですよ。染みてるような感じ、それが難しいんですよ。この縁を吹くのが自分は結構苦手なんで難しいんです。このあと80個ぐらい吹かないといけないんで今試作って言ってとりあえず1個ずつ作ってでお客さんに見てもらってで B 段階なんでこれをたくさん吹くのが大変です。それはキムチ。
レンジ色の色を配合で作って、それを緑を、後でタレをかければそれっぽく見えるので、これはなんかたくさん作んなきゃいけないそうなんですよね。ベーコン。ベーコン。ベーコンの細切りみたいな、そうですね。こういう風に塗ってみたいな生地があるわけですね。そうです。こういう見本を初めにシャイブさんが作ってくれて、濃くなりすぎず、薄くなりすぎず。この仕事長いんですか？そうですね。10年とか15年ぐらい。 15年。このパートさんみんな長いんです。長くいる理由というか楽しいです。やりがいがある。楽しいです。仕事楽しいです。でも普通エアブラシってあれだよね、マスキングして使うもんでしょ。プラモデルとかそうですね。こんなフリーハンドでババババ吹いてるなんてこうあんまりないよね。慣れてるから。指でマスキングしてるわけですよね。あ、そうですね。ただ食材なんて割とこうねグラデーションのかかってるもんだから、そんなにはっきりしてるわけです。そうだいたいこう入ってほしくないとこだけやっとけば、それが模型とかと違うのかもしれない。あとは本物と見比べるわけじゃないから、なんかこう見た感じそれらしいっていうのが一番、本物ってこうじゃないかもしれないけどこの方がそれらしく見えるとか、そういう方がいいのかもしれないですね。工場規模が大きいんですけども、管理業務というよりかは工場の中ですね、仕事の状況だったりだとか全体のバランスだったりとかっていうところを、あと各セクション分かれてますので、その辺のところの対応だったりというところ全体ですね。今ここ2階ですけど、1階にも作業場があって結構大きいと思うんですけど、どのくらいの人数いらっしゃるんですか？従業員的にはパートさんもいらっしゃるんですけども含めてですね70人。70人ぐらい。いろんなエリアのサンプルを作られてるんですか？ここが首都圏ですね、大規模なんですけどあるんですけど、他に5つ工場があって、そんなにある。首都圏に企業さんの本部がもともとあったりするので、東日本行ったり、上の方行ったり、あとは西日本の方にこう分かれていく、製品自体は分かれていくことももちろんあります。海外も多いんですか？海外もですね、やっぱり最近はちょっとコロナの影響がありまして、滞ってはいますけど、海外の方にも日本人の法人さんいらっしゃったりもするんで、やはりこういうのを、向こうの海外の方でもお客さん必要としてくるところがありますので、そういうところでは海外に出荷しているというか出していることもありますし、以前コロナ前で言っても海外の方から直接注文をいただくっていうこともあったりもしますね。国内ですとですね、うちは食品サンプルのシェア率としては、60% 以上は70% 近いのかもしれませんけど、ありますね。規模がどうしても食品サンプル屋さんって結構規模が小さいのがこうたくさんあったりするので、その中ではうちは、小さい中でも規模が大きいので、そういうシェア率かなと。今何やってるんですか？これは
で今からそばの麺を盛るんですけど、温めた方が動きやすいってことですか？熱で温めてくっつける感じで盛るんで、温めて熱いのが出てる。そうです。熱い風がつけてる。そうです。麺同士をこうくっつけてるんですカルボソースがかかるんですよ。下に溜まるんですね。それがもう一回かけるんですけど流れちゃうので、もう麺にあらかじめ流れないものを最初につけとくんです。うどんなんですよね。そうですカルボナーラの。はい。私なんて今日は初めてだからあれですけど、こう見てて食べたくなるんですけど、はもう作ってる方はなんか毎日こう見ててこうなんかい。食べたくはなんなない。んで好きなものはなりますけど。このお店行ってみたいなみたいな思っはい。てなんます。か自分の好物だと好きなものだとかだとまたちょっと時間かけて作ってみたい。何を見てたんですか？なんか2種類ある。あ、2種類あるんですか？形が一緒のや乗っかるように切り込みそうです。入れてるんです。そうなんです。不思議ですよね。まな板と包丁で。そうですよね。本当のオムライスだったらぐっと押しね、押面白いばいいんでですけど、硬いです。硬いから。これ作ってるんですこれ何ですか？これパンみたいな。栗に衣ああ。これに元？衣そうです。料理とかが好きでこういうお仕事をされるんですかね。なんか作るのが好きだったと。そうですね。ものづくりが好きだったから。絵とかなんか美術系とか。そうですね。高校がデザイン科だったああ、ので。やっぱり。家でとかでも料理します？そうですね。実家暮らしなんで。あ、じゃあね、しなくていい。そうです。この料理を。でも親にリクエストしたりはします。今日ちょっとオムレツが食べたくなっちゃったんで。そうです。
柔らかいんですか？そうですね、粘土状です。粘土状なんです。みょうがの刻んだやつネギなんだけどついたネギと混ぜるとみょうがっぽくなる。だから混ぜて赤いだけだとおかしいからこのバランスをこう混ぜると。マヨネーズじゃなくてタルタルなんですかね？エビなんでタルタルソースになりますね。タルタルってわかりますかこれ？わかりますわかります。なんか粒々が入ってる感じがわかります。か。今何やってるんですか？これはつや出しです。もうこれで完成です。はい。そうですね。基本的にはまあ出さないものもありますけど、だいたい塗ります。こういう天ぷらとかも結構バランスはい、が重要なので。まあそうです。そうですか。でもなんか技みたいなのがあるんですか？技は特にないけど高さがね浅いと困っちゃうから実際使うときにねスケスケだとまずいから壊れちゃうんで。そう高さを合わせて並べてるでしょ。だいたい近い高さがあんまり極端にずれる乾き方も変わっちゃうみたいな。そこの高さに合わせてこう肩入れすると無駄になっちゃうからなるほど。そこも節約材料が高いから節約していかないとね。そうですよね。あれですね。ダメなところかもしれない。企業努力。高いんですよねきっとねこれが。趣味でやってる人だったらこんな勢いで入れてるの見たら目が飛び出ちゃう。そういう材料なんです。そういう材料よ。このなんか緑は長谷川さんですか？そうかな、そうだね。そう多分そうなんです。そう明日型になった時に間違えないように。間違いない。そうこれが一番難しいですね。すごいねこれ芋入れたもっと開いてんだけど壊れるじゃないですか。だから縮めて切り込み入れて後で開こうかな。これも内緒じゃない。内緒じゃない。別に悪いことしてるわけじゃない。とてもいいことですよ。自社の企業努力。そう高級品なの。はい。でもねサンプルも一緒なんですよ料理と。そこにねいかに自分の調味料を入れるかと。なるほど。名言です。準備しておきました。